皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチの時間です。今回はアニメーションを突き詰める際に必ず必要になってくるグラフエディターについて解説したいと思います。動きの緩急をコントロールするのに今まではキーフレーム速度を使用してきましたが、もっと感覚的かつ視覚的にコントロールする術を身につけるためにグラフエディターを使用します。キーフレーム速度よりも少し難易度は上がるのですが、アニメーションをもっと良くしたいと考えるのであれば通らなければいけない道です。グラフの見方から使い方までを見ていきたいと思います。では早速行ってみましょう。まず、グラフエディターってどこで使うのって話なんですが、主に動きをコントロールしたり、緩急をつけるときに使います。でも、それってキーフレーム速度の影響を調整することでも可能ですよね。じゃあ、どう使い分けているのかを見ていきます。細部にわたって動きをコントロールし、作り込む職人のような方は、すべてグラフエディターでアニメーションを作っていく人もいます。もう少しライトにアニメーションを作成し、効率よく作る場合は、キーフレーム速度と使い分けることが良さそうです。具体的には、単一の動きで終わるときや、影響の調整だけで済むようなアニメーションの場合は、キーフレーム速度を使用します。モーションツールズなどのツールを使えば、グラフを調整するよりも素早く動きをつけることが可能なので効率がいいです。連続した動きを作りたい場合や、急な加速を表現するときなど、強いイージングをつける際にはグラフエディターを使用するといった感じで使い分けます。単一の動きというのはこういう動きです。動き始めて一つの動きで完結するといったシンプルな動きですね。この動きはキーフレーム速度の影響を変えるだけで簡単に再現できるので、わざわざグラフエディターで編集するまでもない動きです。で、グラフエディターを使用する場合ですが、最初から最高速度で動かしたい場合や、連続する動きを作るときに向いています。これらの動きをキーフレーム速度の調整だけで行うのは難しいですが、グラフエディターを使用することで、より感覚的に作っていくことができるようになります。このようにアニメーションに合わせて使い分けることが作業時間の短縮につながると思います。では、実際にグラフエディターを見ていきます。まずはこの動き。左から右へ図形が移動しているだけのシンプルなアニメーションがあります。このアニメーションがどのようなグラフになっているのかを見ていきましょう。グラフエディターはタイムラインパネルのこのアイコンをクリックすることで起動することができます。グラフに表示させたい項目を選択することでグラフが表示されます。グラフには値グラフと速度グラフと呼ばれる2つのグラフがあります。まずは値グラフから見ていきましょう。今表示されているのが値グラフで、時間と値の変化量を表してくれるグラフになります。グラフエディターではマウスの中ボタンをドラッグすることでビューを動かすことができます。オルトを押しながら中ボタンをドラッグでグラフを拡大したり縮小させることができます。全体を表示させたい場合は画面下のこちらのボタンをクリックしてください。グラフの見方は非常にシンプルです。値グラフというのは時間に対して値の変化量をグラフにしたものとなります。タイムラインと同じで横の流れは時間を表していて、で、縦のラインは値を表しています。今回の場合ですと、X 軸の数値を表しています。開始点では300という値で、時間が進むにつれてどんどん値が上がって、終点では1500になるといったことがグラフで確認できます。実際図形の動きを見てみると、X 軸の300という値から終点で1500まで移動しています。値グラフを見ると、値の変動によってどんな動きをしているのか以外にも速度なども感覚でわかります。例えば0フレーム目から動き出して数フレームの場所だとほとんど値に変化がないことが確認できます。値の変化がないということは動きにも変化が少ないので速度が遅いことが確認できます。で、グラフの中間あたりを見ると値の変動が大きく見えます。20フレームの値が817で21フレームでは964なので
たった1フレームで150も値が変化しています。グラフの真ん中あたりで速度が出ていることがグラフで確認することができます。で、アニメーション終盤では値の変化が少ないです。35フレームから36フレームを見ると、だいたい4から5くらいの数値しか動いていません。つまり減速しているということを表しています。実際にアニメーションを見るとわかりますが、動き出しと動き終わりは速度が出ていない状態で、中間はかなり速く動いています。グラフと動きの関係がなんとなくつかめたでしょうか？今見ているグラフは緩急がついたアニメーションですが、例えばリニアな動き、つまり一定の動きをさせた場合だとどのようになるかを見てみましょう。実際に動きをリニアに変換してみます。エイジングをかけた動きをリニアにする方法は、キーフレームを選んで、キーフレーム上でボルトを押しながらクリックです。これはグラフエディター上じゃなくても、タイムライン上のキーフレームを選んでリニアにすることもできます。タイムラインでリニアにする場合は、コントロールをしながらクリックになります。キーフレームの形がひし形に変わればリニアに変更されたことを表しています。グラフエディターとタイムラインでは操作が異なるので注意しましょう。では、リニアな動きの場合を見ていきましょう。説明もいらないくらいまっすぐ終点に向かってグラフが伸びています。どの時間帯も1フレームあたり同じ値分動いていて、緩急が全くない一定の動きになっています。では、このグラフを調整してリニアな動きを変化させてみましょう。再現する動きはこんな感じです。動き始めからいきなり速度が出ていて、最後は減速して止まるといった感じで、指でボールを弾いた時のような動きになります。早速、グラフの編集をしていきます。まず、グラフを編集するための準備をしましょう。すべてのキーフレームを選択した状態で F9 を押します。F9 を押したことで、直線が少しカーブした線に変化します。これでグラフを編集する準備が整いました。まず、動き始めのキーフレームから見ていきます。いきなり速度が出ている状態を作りたいと思います。速度が出るということは、値の変動を大きくする必要があるので、最初のキーを選択してハンドルを上げてみましょう。このハンドルは長くなるほどキーフレーム速度でいうところの影響の値が高くなっている状態を表しています。で、ハンドルの向き、角度は速度を表しています。水平の状態は速度が0で、角度がつくほど速度の値が高いことを表しています。なので、こんな感じで左斜め上にハンドルを持っていくと、急発進するような動きをつけることができます。グラフを見るとわかりますが、1フレームあたりの値の変動が大きいので、速度が出ている状態ということになります。ついでにアニメーションは両減速させてみます。キーを選んでハンドルを左側へ引っ張ります。この時、シフトをしながらドラッグすると、まっすぐ横に移動させることができます。単純な減速の場合、影響だけを高くすればいいので、横にまっすぐ引っ張るだけで OK です。再生してみましょう。最初から速度が出ている状態で、止まる際には減速といった動きができました。こういう動きは結構よく使います。例えば、床にボールが落ちて反発する時のアニメーションなんかは、まさにこの動かし方を使いますし、勢いよく何かを登場させたい場合や、衝撃を表現する場合なんかにも使えます。こういったアニメーションはキーフレーム速度だと感覚的に作り込むことが難しいです。キーフレーム速度の出る速度の影響をゼロにしてもこうはならないので、グラフエディターを重宝します。では次は速度グラフに切り替えてみましょう。グラフの切り替えは画面の下にあるこのアイコン。ここをクリックして中から速度グラフを選択します。速度グラフの見方は横のラインは値グラフと同じで時間を表しています。で、縦のラインは速度を表しています。高い位置にあるほど速度が出ている状態で、逆に低く0の値では停止を表しています。先ほど値グラフで調整したアニメーションは開始時に速度が出ていて徐々に減速していきアニメーション終わりに大きく減速して停止するといった動きでした。速度グラフは高い位置ほど速度が出ている状態で
低いほど速度が遅いので、先ほどのアニメーションはこんな感じのグラフになっています。出だしの速度が速いので、グラフでも高い位置から開始されています。では、速度グラフでリニアの動きの場合はどうなるのか見てみましょう。同じようにキーフレームを選択してオルトを押しながらクリックして動きをリニアに変更します。リニアな動きでは速度が一定ということなので、グラフも同じ高さのまままっすぐ伸びています。では F9 を押してグラフを触っていきます。F9 を押すと山のようなカーブになりました。繰り返しますが、速度グラフでは低い位置ほど動きが遅く、高い位置にあるほど速いので、このグラフで言うとアニメーション始めは速度が出ておらず、徐々に加速して、このグラフの山の頂点部分で最も速度が出ている状態なのがわかります。そこから少しずつ減速して停止といった動きになります。では、速度グラフを使ってもっとメリハリのある動きに調整してみます。まず、出だしの速度をより遅く調整します。最初のキーフレームを選択して、ハンドルを掴んで右側へ引っ張ります。この時、ポイントが上下しないように気をつけましょう。上下すると速度そのものが変わってしまうためです。画面下のこのアイコン、ここをクリックして有効にするとスナップが機能して速度0にスナップすることができます。その他、スナップがオフになっている状態だとコントロールをしながらドラッグすることで一時的にスナップをオンにした時と同じ挙動になります。で、ドラッグしている時に小さく速度と影響の数値が表示されていることが確認できます。これはキーフレーム速度で調整する時の値と同じものです。影響を80とすると、キーフレーム速度で影響を 80% にした時と同じ動きになります。では、最後のキーフレームも選択して、今度は左側に引っ張ってみましょう。これで完成です。グラフを見ると、出だしが遅く、アニメーションの中間付近でようやく加速していき、この山の部分で最も速度が出ている状態、そこから減速していき停止するといった動きになります。実際に再生してみましょう。どうでしょうか？グラフの形状と動きは一致しましたでしょうか？ではもう一つ速度グラフでの編集を見てみましょう。速度グラフが得意とする動きの一例を作ってみましょう。まず位置のプロパティに少し変更を加えます。現在、位置のプロパティは次元分割されていて、X 位置と Y 位置に分かれています。これにより横方向と縦方向を別々にアニメーションさせることができていました。次元分割する理由には他にもありまして、値グラフでカーブを編集する際に、位置プロパティでは次元分割していないと編集ができません。他にも値グラフが対応していないプロパティがいくつか存在します。操作性に優れ扱いやすい値グラフですが、かゆいところに手が届かないといった感じです。そこで登場するのが速度グラフです。あくまでも速度だけを編集するので、分割する必要がないため、どのプロパティにも使うことができます。ではまず次元の分割を解除しましょう。位置の上で右クリックをして次元に分割をクリックします。これで X と Y に分かれていったものが一つにまとめられました。ここでの注意点は、次元分割したり解除すると、イージング情報がリニアに上書きされます。対処方法としては、以前紹介したイーズコピーなどを使用するのが良さそうです。今回はイージング情報はなくて良いので、このまま進めます。では、動きに変化を加えていきます。移動させたシェイプレイヤーの視点の上で、コントロール、オルトを押しながらクリックし、そのままドラッグして軌道を変えます。同じように終点もコントロール、オルトを押しながらドラッグして波打つような軌道に編集してください。このようにあらかじめ動くレートが決められているようなアニメーションに緩急をつける際には速度グラフが最も適しています。理由は値グラフの場合、グラフ内で値を変更してしまうため軌道にズレが生じます。速度グラフであれば速度のみの編集なので軌道が変わることがありません。なのでこういったアニメーションでは
速度グラフでの編集が適していると言えます。では実際に速度グラフで編集してみましょう。今回は出だしから最高速で動き、アニメーション終わりに減速するといったグラフに変更します。時間に対して出だしの速度をどれくらい上げないといけないかがわからないため、まず終点の減速を先に調整します。終点のハンドルを左方向へ引っ張り減速させます。大体でいいですが、影響の数値を80から90ぐらいにすると減速具合がわかりやすいので高く設定しておきます。アニメーションの終わりの速度が決まったので、出だしの速度を決めていきます。支点のハンドルを上に引っ張っていきます。終点の減速がかなり強いため、アニメーションを始める速度をかなり上げないと、グラフが破綻して動きに違和感が生じます。グラフが滑らかな線を描くように調整しましょう。再生してみましょう。いい感じですね。このようにあらかじめルートが決まっているアニメーションや次元を分割せずに一括でグラフを管理したい場合などで速度グラフは便利な編集方法になります。例えばこのアニメーションを値グラフで編集するとどうなるかやってみます。まず次元分割をしてグラフを見ます。こんな感じで環境を変化させると動きの軌跡が変化していることがわかります。値グラフではあらかじめルートが決まったアニメーションの編集は苦手なのがわかるかと思います。では最後に2つのグラフのいい点悪い点をまとめてみました。こんな感じです。最初は自分が使いやすいグラフで編集をしていくといいと思います。初めてでも扱いやすいと思うのは値グラフかなと思っています。他のツールでも値グラフを採用していたり、視覚的にわかりやすいのもいい点です。問題は扱えないプロパティが存在するので、そこは速度グラフでカバーする必要が出てきます。最終的には状況に合わせて2つのグラフを使い分けるようになるといいですね。グラフの見方や操作、2つのグラフの使い分けについての解説は以上となります。いかがだったでしょうか？最初はグラフエディターの編集は難しく感じるかもしれません。とはいえ、アニメーションを突き詰めていくには、グラフエディターは欠かせない機能になります。この機会にぜひ扱えるようにしていきましょう。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さようなら。